日は家族信託のプロの吉原さんにお見えになっています。お呼びいただいて本当に光栄です。お役に立てれば何よりです。早速こういう投稿がありました。家族信託は良い制度ですが、私の地元は政令指定都市なのに銀行が積極的ではなく、信託口座を作るには他の都道府県の銀行支店でしか作れません。大手の都市銀行は口座開設の要件が常時数千万円を下回らないことだったりします。この問題はもっと迅速により良くしていかないと我々国民がひどい目に遭いますよ。国も国民もこういった現実には緩いのが不思議です、というような意見がありました。家族信託は社会福祉のための信託制度なんですね。銀行の業務ではないので、銀行は手数料がもらえない、あまり積極的ではないんですね。家族信託の場合は一つ一つのご家族に合わせたオーダーメイドになります。視点で一つ一つ判断することが困難ということで、銀行は基本的には取り扱いをしたくない。で、特に大手銀行は全国レベルでございますから、地域のさまざまなご家庭のお悩みに応えることはなかなか難しいんですね。やはりまだまだ少ない。信用金庫というのはやはり、地元のお客様に密着したお仕事で日頃取り組んでおりますので、もし難しいようでしたら近くの信用金庫、それからもし口座の開設だけでしたら都内の信用金庫はかなり取り扱っておりますので、お困りでしたら一度ご相談いただければご紹介させていただきます。やはり信用金庫というのは地元のお客様をお守りするという、そういうお仕事なんですけれども、お客様からある時相談されたことがあるんです。私は一人暮らしなので、やがて認知症などになったら財産管理は信用金庫さんにお願いしたいと。ただ信用金庫は金融機関ですから、自分の預金を自分で管理するといわゆる利益相反になります。ですからお客様はそれはできませんと。そこで考えたのが別会社を作って、そこに財産管理をする役割を引き受けさせて、そしてお客様の財産を守ってお客様の暮らしを助けていく、こういう制度を作ろうと思って今の会社を作りました。明日は我が身というのがスローガンになってまして、働いている人間はみんな年金生活者、私も含めて時給1000円でやっておりますので、人件費がかからないです。で、人件費がかかるとこういう社会福祉のお仕事は真っ赤っかな赤字になっちゃうんで、言葉は結構今ね広がってきて、あちこちで家族信託っていう言葉も聞きますし、またそういう PR をしている広告もウェブとかでよく見ますけど、現実的に多分現場の当事者の人たちはまだそこまで意識がない人が多いと思うんですよ。今お話があったようになかなかその人件費がっていうことでありながら家族信託やってますみたいな看板や広告が増えてるんですけど、これって費用は高い？貢献業務が非常に不評なのは一つにはやはり費用が高いんですね。弁護士先生に国は頼もうとするんですよ、あるいは司法書士の先生に頼もうとするんですよ。でもそういう方々って現役の修行ですから、人件費がとても高いです。で、そういうことではやはり社会福祉の分野ではですね、成り立たないんですよね。私ども信用金庫の OB、OG ですから、民法とか法律とか詳しい面もあるんですね。そしてさらにいろいろなご家庭内のトラブルとか調整しなきゃいけないことがあります。そういうのがやはり私どもベテランで、そういった経験を生かしてご相談に乗れるかなと。家族間のその人間関係の調整能力もある程度求められるっていう。そうなんですね。金融機関の人間というのはそういう金融トラブルとか法律的な対応とか、筋の通らないことは筋の通るように整理して実現させていくことは得意ですので、もし弁護士を頼むと弁護士の費用ってすごいかかりますよね。それから誰に頼んだらいいんだかわからないという方々いっぱいいらっしゃるんですが、そういう時にまず私どもに相談していただければもう無料で全部ご解決しますよと。この分野っていうのは私はこれしかできませんでは困るんですね。全ての分野をお世話できないとそこで止まっちゃう。だから全ての分野を何とかしていくということで、親のこと様とあるいは司法書士、弁護士、税理士、さまざまな方々とご一緒になってお世話していかなきゃいけない。ワンストップで一つまるっとやらないと解決しないですよね。そしてまた大沢社長のことすごいなと思うんですけども、お気持ちに寄り添ってですね、このご一家の幸せにとって何が大事か、そういう観点で取り組まなきゃいけないんですが、ともすれば高齢者ビジネスという、ビジネスというのはお金儲けですから、ビジネスって忙しいって意味ですよね。そうすると、あれは立身弁に心で、失うと書きますね。心を失ってしまいますと、こういうお仕事はやはり、続かない。他にも投稿が来ていまして、他人の
青年貢献制度はやめた方が良いです。そういうことですね。はい。で市ですが、勝手に市役所に連れ去られ、理由なく勝手に後見人をつけようとしていますっていう話があったんですが、ちょっとね、あまりに衝撃的な内容なもので、それに近いことはありえますね。ありえますね。はい。儲け主義で後見人をやってらっしゃるような弁護士とか行政書士、司法書士いるんですね。は特に任意後見人などを無理やりなさっていくということがあります。そういう方々の中には、もう無理やり契約しましょうと言ってですね、契約して、そしてその権限があるんだからといって不動産を勝手に売却して現金化してしまう。自分の好きな施設を紹介してしまうとかですね。法的にはそれで文句言われなければ通っちゃう可能性あるんですね。任意後見人の解任というのはなかなか、一般の方ですとどうしたらいいのか分かりませんし、実際に後見が始まってしまいますとこれ外れないんですね。めったに。ですから悪い、方に捕まってしまうこともやはりあるんですね。弁護士さんがはい後見人なのに後見人がお金を騙し取っちゃうみたいなで逮捕されたりするって最近まだありますよね。あります。弁護士先生といえども倫理観が高いかどうかっていうのはまた別の話で、頭はいいんですけども、やはりそうでない方も、散見されますので、ですから弁護士といえども信頼できないことがあるんです。金融機関の方がそれを防ぐためにいろんな制度を作ってるんです。例えば一人でお金を動かせないようになってるんですよ。必ず通帳と印鑑は別の人が預かる。ところが後見制度がおかしいのは、通帳と印鑑は一人が預かる。絶対危険なんですよ。やっぱり個人の資質だけに頼るんではなくて、制度を作らないとチェックバランスシステムですね。これはないと難しいんですね。この類の被害者の会などはありますか？はい。どちらに相談されていますか？教えてください。うちはヘルパーにつかみかかられたり、弁護士や管理人が玄関前で当選簿するなどの目に遭いました。しかし警察も取り扱ってくれませんでした。これはね、民事不介入という、そういう警察がありますので、刑事じゃないので来ないです。でこれは家庭裁判所にこれは、不適切であるというふうに申し立てをして、後見人の交代というものをですね、申し立てして変更してもらう。そういうことしかないんですけれども、それには客観的な事実を詰めてですね、対応しなきゃいけないとか、いろんな問題があります。これやはり弁護士にご相談するか、他の弁護士ですね、の方にご相談していただくと。弁護士を探すのが難しいときは、いわゆる法テラスという制度のこと、これは国の制度ですから、費用もかからずにですね、いろいろと親身にご相談に乗ってくれます。